回のプロジェクトは私は生産を管理する立場として参加させていただきました。ここ数年デジタル化っていった取り組みが、シュナイダーの中でも、急速に進んでます。工場の見える化であったり、現場の従業員皆さんの可視化をできるようなものを、シュナイダーとしてはどんどん取り入れておりますと。その中で我々現場の中でもポカよけシステムであったりトレーサビリティを管理するシステム、また、我々 SIM って呼んでるんですけれども、ショートインターバルマネジメントと言われるシステムがありまして、各 KPI であるとか現場で起こる問題点といったものをシステムの中にデータ化してそれを視覚化することで、日々の現場の改善を行う、それらを現場の方々とミーティングを行うといったような取り組みがしています。そういったシステムの一環として今回 AI の導入っていうお話をマーケティングから、SSS 様とコラボレーションするというお話をいただいて、特に安全面に関しての取り組みといったところをこの AI を活用することで現場に導入できないかといった思いもあって参加させていただきました。今回、導入しようとしている安全防具であったりという着用の観点に関しましては、倉庫に入る際にはですね、ヘルメット、安全防具、安全靴を着用して、入ることが義務付けられてますと。予期せぬことが発生した時のための、安全を自分自身で確保するというところのコンセプトをもとに、していますと。その中で作業ウェアであったりヘルメットを着用してない方を目で見てマニュアルで指摘するより AI を使って、また弊社の PS6000 シリーズというものと組み合わせて管理ができるっていうところが良かったことかなと思っております。例えばですね、従業員の方が、ヘルメットをかぶらずに倉庫内の移動をしてた場合にですね、AI カメラが、感知して我々がそのアラートをもとに、ヘルメットを持って駆けつけることができるっていうところが、今回一番メリットが出ているところかなと思っております。管理者側も、現場の方々に安全のルールとかそういったことは制定してるんですけれども、それを守っていただいているかどうかっていった面に関してはやはり目が行き届かないといった点があります。そういった課題を今回の AI っていうのはカメラっていったものをセットにしてきちんとチェックしてくれるっていったところは、今後の安全面の強化っていったところに関して期待が持てると思っております。デジタルツールは、確かに便利ですし、我々の業務の負担といったものも減ってくるっていうような効果はあるかなというふうに感じています。ただそれに頼りすぎず、やはり人対人のコミュニケーションを重要視した形で仕事には取り組むようにしています。現場としては、例えば今作業者の方が目視で、製品の品質の方をチェックしているような内容もカメラと AI の学習を活用することによって確実に不良が検出できたり、より効率的に検査ができるっていうようなことができないかなっていうような期待も込めて考えております。